私、こんな風に見えていたのね。杭に縛られて、空を仰いで、何も言わずに立っている。目の前には人の波。怒り、あざけり、祈り、沈黙、全部が混ざって、息苦しいほどの重さ。でも、不思議と怖くなかったの。私の中で、すべてが静かに終わっていくってわかってた。空を見上げたら、朝の光が薄く差してて、その色がドンレミの朝と同じだった。あの村で草の匂いに包まれながら牛の背を撫でてたあの頃。ただの農家の娘で世界のことなんて何も知らなかったけど、それでも胸の奥にはずっと小さな火が灯ってた。きっと私はどこかへ向かうんだろうなって。根拠はなかったけど、そう思ってた。私の名前はジャンヌ。ジャンヌ・ダルク。朝、畑の向こうから霧がスーッと消えていく瞬間がね、なんとも言えず好きだったの。ひんやりした空気の中で光がポツンと差し込んで、あ、今日も始まるなって。ドンレミ。名前だけじゃピンとこないと思うけど、私が生まれたのは本当に小さな村。畑と森と川と牛。あとは教会と鐘の音。でもね、あの場所にはちゃんと世界があったの。私にとっては。父は頑固で無口な人だったよ。何かって言えば、外に出すぎるなとか、働けとか、まあ昔の人って感じ。でも、朝の祈りの後に、黙って頭をポンと撫でてくれるのがね、なんか嬉しかったんだよね。言葉は少ないけど、愛情ってちゃんと伝わるもんなんだなって思った。母は手の大きな人。粉だらけで、ぬくもりがあって、叱るときは本気で怖かったけど、その手で抱きしめられると、何でも大丈夫な気がした。5人兄弟の中にいても、母にだけは私を見てもらってる気がしてた。牛追いも、洗濯も、薪割りも、全部日常だったけど、嫌だなって思ったことはなかったの。働くことって、家族を支えるってことだし、この土地と一緒に生きるってことだから。働くっていうより、守るって感覚の方が近かったかもしれない。教会に行くのも、私にとっては特別な時間だった。静かで、涼しくて、ろうそくの光がゆらゆら揺れてて。あの空間にいると、自分がすごく小さくなって、それでいて、どこか安心できた。神様に何をお願いしたかは、正直あんまり覚えてないの。でも、ちゃんと見てくれてるって感じがあって、それだけで十分だった。あの声を聞いたのは、13歳の時。森の手前で風に吹かれて立ってたら、急に空気が変わったの。で、ふっと胸の奥に響いてきた。ジャンヌ、あなたは使命を受ける。びっくりしたけど、不思議と怖くなかった。むしろやっぱりかって、どこか納得してた自分がいた。小さい頃から胸の中にずっとあった何か、名前もない、でも確かにそこにあるもの。それが形になった瞬間だったんだと思う。その日から私の中にスイッチが入った。私が行くんだって心のどこかで確信してた。誰かに言いふらすことはしなかったけど、自分の中ではもう迷いはなかった。村の人たちは私のことを変わり者って思ってたかもしれないね。でも、それでもいいって思えたの。だって、私には進むべき道が見えてたから。この命は、ただ生きて終わるためのものじゃない。何かを守るため、何かを変えるために、ちゃんと使わなきゃって。その気持ちだけは、今も変わらない。あの頃の私、ちっちゃいけど、なかなか芯のあるやつだったなって、今なら、ちょっと誇らしく思えるの。オルレアンを救わなきゃならない。そう思ったのは、ある朝、鐘の音を聞いた時だった。教会の塔から鳴り響く音が、いつもと違って聞こえたの。なんていうか、呼ばれてる感じ。
私、パンを焼いてる途中だったのに、手を止めちゃってさ。じっとその音に耳を澄ませてた。で、その瞬間に、決まったの。私、行かなきゃって。国がめちゃくちゃだったのは、誰でも知ってた。イングランド軍がフランスを侵略してて、町は燃やされ、民は殺され。王太子だってまともに王にもなれず、ただ逃げ回ってるだけって噂だった。でも、私は信じてたの。フランスはまだ終わってない。神様が見捨てるはずがないって。それを証明するには、誰かが動かなきゃいけなかった。その誰かが自分だって思ってしまったのよ。最初に向かったのは、ボークルールって町。そこの守備隊長に、王太子に会わせてくださいって頼んだの。私一人、女の子一人で、兵士の前に立ってさ。神様が、フランスを救えって言ってるんです。なんて言ったら、最初は鼻で笑われたよ。そりゃそうだよ。鎧も剣も持ってない、戦ったこともない農家の娘が、いきなり戦場に行くって言うんだもん。でも、私は引かなかった。毎日通って、何度も話しかけて、時にはじっと黙って見つめて。そしたら、だんだん向こうも目をそらせなくなってきてさ。この子、本気だぞって空気になっていったの、わかったもん。それから先は、早かった。王太子のいるシノン城へ向かうことになって、村の人たちも驚いてた。でも誰も止めなかったの。多分、私の目を見て言葉にできない何かを感じてくれたんじゃないかな。シノンまでの道は正直きつかった。寒いし、危ないし、道中で何度も不安に襲われたけど、それでも後悔はなかった。行かなきゃ。それしかなかったから。で、ついに王太子に会ったの。しかも向こうは、私を試そうとして、部屋の隅っこに紛れてたの。他の人に王様の格好をさせて、様子を見ようって魂胆だったらしいけど、私、すぐにわかった。どれだけ着飾っても、どれだけ隠れても、この人がフランスを背負う人だって、心でわかっちゃったのよ。あなたが王太子ですね。私は迷わず、そう言った。その時の彼の顔、忘れられない。驚きと戸惑いと、でもどこか、救われたような目をしてた。それから、審問や検査が続いたよ。魔女じゃないか、嘘つきじゃないか、いろんな人に詮索されて。でも、何言われても揺るがなかった。私は見たし、聞いたし、そして、信じてる。そしてついに、ジャンヌ・ダルク、出陣を許すって言われた時、心の中で火がふわっと灯ったの。はあ、やっとここまで来たんだって。髪を切って、男の服を着て、剣を握った。鏡に映る自分を見て、不思議な気持ちになったけど、怖さはなかった。これが私なんだなって思えた。命を懸けることが怖くないわけじゃない。でも、それ以上に、自分の中の声に背くことの方が、私には怖かった。こうして、ジャンヌ・ダルクは動き始めた。小さな村の娘が、フランスの希望になろうとしてた。最初の戦、オルレアン。城壁の向こうに立ち込めた煙、鳴り響く鐘、叫び声、あの光景は、今でも目に焼き付いてる。私は、聖女でも戦士でもなかった。ただの村の娘が、旗を掲げて、先頭に立ってた。それでも、人々はついてきたの。あの子が来たら、きっと変わる。で、そんな目で見てた。だから、怖いなんて言えなかった。剣を振るったことはなかったけど、目をそらすことはなかった。負傷兵のうめき、倒れる味方、焼ける家、全部見た。見て、感じて、それでも前に進んだ。私の使命は、戦うことじゃなかった。希望を示すこと。神様がこの国を見捨てててないって、信じさせることだったの。でも、現実は簡単じゃなかったよ。仲間の中には、私を厄介者だって見る人もいた。年上の男たち、
経験豊富な将軍たちの間に飛び込んで命令を下す女の子なんて。そりゃ煙たがられて当然だったかもしれない。でも私は譲らなかった。正しいと思ったことはちゃんと声に出した。今は動いちゃダメです。ここで退いたら民は見捨てられたと思う。幾度も言い返したし、睨まれもした。それでもいいと思った。仲良くするためにここにいるんじゃない。国を、そして人の心を守るためにここに来たんだから。一番辛かったのは、王太子、シャルルとの距離が少しずつ開いていったこと。即位のためにランスへ進軍する道中、私は彼のすぐ近くにいた。誰よりも信じて、誰よりも支えたいと思ってた。でも、即位して王になった彼は少しずつ変わっていった。いや、正確には、私を置いて進んでいったのかもしれない。側近たちは私を利用し終わった存在として見てた。もう、用済みだ、と。私には聞こえてたよ、そういう声。でも、それでもいいって思ってたの。王が戴冠してフランスが立ち上がったなら私の役目は終わりでも構わない。そう、自分に言い聞かせた。でも本当は寂しかった。信じてた人に背を向けられるってこんなにも冷たいのかって。胸の奥がギュッとなって何度も教会の隅で泣いた。誰にも見せなかったけど私何度も涙を流してる。それでも選び続けたの。この道を自分の足で歩くって。神様が私に全て勝てとは言わなかった。でも諦めるなとは確かに言った。だから私は戦場に戻った。オルレアンを越えてパリへ。傷を負って血を流してそれでも進んだ。ほんの一瞬自分の中に疑いがよぎったことがある。これでよかったのかな。でもね、不思議とその問いはすぐ消えてった。火の中に立つような道でも自分で選んだってだけで怖さが薄れていくんだよ。何度も転んで傷ついてそれでもまた立ち上がるたびに私は自分のことをほんの少しだけ好きになっていったの。それが戦の中で手に入れた一番の勝利だったのかもしれないね。あの日、コンピエーニュの城門が閉じる音。今も耳に残ってる。味方が後ろで叫んでた。私は振り返らずに馬を走らせてた。けど、間に合わなかった。背中から誰かが組みついて、鎧ごと引き倒されて。その瞬間、空が妙に静かだったのを覚えてる。これも運命かな。そんな言葉が自然に浮かんできた。捕らえられてからの日々は、なんていうか、無音だった。あれだけ旗を振って、声を上げて、進んできた道の先が、石の床と鉄の鎖。それでも、私の心は静かだったの。自分がどこにいるか、じゃない。自分がどうあるかだけを見つめてた。王が迎えに来る。そう信じてた時期もあった。でも日が経つうちに、それはもう叶わないんだなって、だんだん気づいていった。王国の事情、政治の駆け引き、いろんな理由が重なったんだと思う。それでも、私は王を恨まなかったよ。だって、私がやってきたことは、誰かに報われたくてやったわけじゃないから。一人になるって、不思議なものだね。誰の声も届かなくなると、逆に、自分の奥の声がはっきり聞こえてくる。私は、あの時ほど自分と向き合ったことはなかった。審問も長かった。何度も同じ質問をされて、それは幻聴だろ、悪魔の囁きだ、って言われて。でも、揺れなかった。私は嘘をついてない。あの光も、声も、全部、確かに私の中にあった。神様は遠くなかった。牢の中にいても、ちゃんとそこにいた。女の服に戻れば助けてやる。そう言われた日もあった。それはそれで、笑っちゃったよ。
服を変えたところで魂まで変わるわけじゃない。私は戦う女として選ばれた。それを脱ぐなんてできなかった。卵巣がどうとか剣を持ったかどうかなんてどうでもよかったの。大事なのは私がどうあったか。自分に嘘をつかない。それだけ。最後の日、朝の光が差し込んだ時、私は祈った。叫びでも懺悔でもなかった。ただ、神様と向き合って静かに言葉を交わしたの。私は私であり続けましたって。それで十分だった。それだけで胸がいっぱいになった。私は選んだの。誰に言われたわけでもなく、自分の意志でこの道を。旗を掲げ、信じて、歩いて、そして今、ここにいる。それを悔いたことは一度もない。だから、火の匂いがしても目をそらさなかった。人々のざわめきも、揺れる煙も、全部しっかり見つめた。この目で、この心で。最後に聞こえたのは子供の泣き声だった。私、心の中で笑ったんだ。泣かないで、ちゃんと歩けるからって。あの子も、いつか自分で選んで、自分の道を進める。そう信じた。火は、ただの火。私を終わらせるものじゃない。私という生き方は、ここから始まるんだよ。沈黙の中にいた時間は、私に教えてくれた。声を失っても、信念は残るってことを。そして、何よりも、信じた自分と、最後まで一緒にいられることが、人間の一番の誇りなんだってことを。炎が消えた後、世界は妙に静かだった。叫びも、煙も、泣き声も、全部消えて。ただ、風だけが、私の髪を撫でるように通り過ぎていった。そう、もう体はないの。でも、私は、ちゃんとここにいる。不思議だけど、あの瞬間、やっと自由になった気がしたんだ。私の名前は、ジャンヌ・ダルク。ドン・レミの娘。神様の声を聞き、旗を掲げて戦い、国を信じて歩き抜いた、ただの一人の人間。燃やされて終わるには、ちょっと惜しい人生だったと思う。だけど、思い返すと、たくさんの顔が浮かんでくるの。村の友達、兄たち、母の手のぬくもり。オルレアンで叫んだ兵士たちの声、ランスで涙を浮かべた群衆の瞳。誰かのために動くって、こんなにも心を震わせるんだって、私はこの命で知った。王が助けに来なかったことも、裏切りの声も、今はもう、どうでもいいの。だって、私は自分を捨てなかった。最後の最後まで、自分を信じきった。それだけで、十分だって思ってる。不思議なんだけど、あの日の中で、私は生き直してた気がするの。体が燃えていくたびに、過去の痛みも恐れも、全部、空に溶けていって。残ったのは、ただ一つ、私は、生き切ったっていう確かな実感。本当に、悔いはないの。もっと長く生きたかった。いや、そう思ったこともない。この年、この形で、この役割を担ったことに、ちゃんと意味がある気がしてる。今の世の中には、わからないこと、迷うこと、いっぱいあるよね。正しさが多すぎて、本当の声が聞こえにくくなってる気がする。でもね、私、願ってるんだ。誰かが自分の中の小さな声、私が森で聞いた、あの静かな声、に耳を澄ませてくれるようにって。それは、大きな夢じゃなくていい。目の前の誰かを守ろうとする気持ちだったり、泣いてる誰かの手を取る勇気だったり、そんな小さな旗を胸に立ててほしいって心から思ってる。命って与えられた時から誰かの役に立つためにあるんだと思う。でもそれは犠牲になるって意味じゃない。自分で選んで生きていくってこと。それができた時、人はきっとちゃんと強くなれる。私の名前は今も残ってるって聞いたよ。学校で習ったり、映画になったり、銅像になったり。ありがたいけど、
それよりも願うのは、その名前の向こうにいた一人の少女をちゃんと感じてもらえること。聖女でも戦士でも魔女でも呼び方なんてどうでもいいの。私が知ってるのは自分が信じたまま生きたってことだけ。それが私の誇り。今はただ静かに見てる。誰かが歩き出すのを、誰かが迷いながらも自分の声に耳を澄ませてくれるのを。私は祈ってるよ。あなたがあなたのままで生きられますように。この世界のどこかであなたの旗が風を受けて揺れますように。そしてその旗が誰かの目に留まって、行こうって思えるきっかけになりますように。私はそこにいる。見えなくても名前を知らなくても、私の魂はまだここで風の中に生きている。ご視聴ありがとうございました。